さて気を取り直して、私たちは今主砲塔を左に見ながら船の中央部へ向かっています。皆さんが今歩いているこの看板、少し傾斜しているのに気づきましたか？ここは乗組員たちの間で大和坂と呼ばれていました。なんで坂道なんかって、それはあのでっかい大砲の塊をちょっとでも下に設置して船がぐらぐらせんように重心を安定させるためとかいう、なんか賢い理由らしいです。さあ船の中央部までやってきましたよ。皆さんどうぞ上を見上げてください。これが大和の環境です。なんか高層マンションみたいですね。洗濯物干したらよく乾きそうです。ではせっかくですからこの巨大な環境の構造を上から順に簡単にご説明しましょう。まず一番てっぺんの部分、なんかアンテナやら棒やらごちゃごちゃついてますでしょ。敵を見つけるためのレーダーや目標までの距離を正確に測るための測距儀などがありました。大和の目や耳となる部分です。その少し下が第一環境、偉い艦長さんが指示を出していたところです。さらにその下が第二環境、第二オフィスですね。そして特にごつくて頑丈そうに見える箇所がありますね。あれが司令塔です。泥棒も入れんような分厚い鉄板でガチガチに守って最後まで指揮が取れるようになっていました。さて今度は視線をほんの少しだけ下へ、そう環境のやや低い部分に注目してください。ほら乗組員の方が一人よっこいしょと入ろうとしているでしょう。次はあそこまで行ってみましょう。さあ私についてきてください。あらまあ皆さんすっかり熟練の車種みたいに座っちゃって。この 25mm 3連装機銃は全部で9人で運用していたんですよ。ちょっとした草野球チームが組めます。映画「男たちの大和」はご覧になりましたか？実はあのイケメンの松山ケンイチさん、反町隆史さん、そして中村獅童さんたちが対空戦闘を行っていたのがまさにここでした。ただですね、映画ではガチャガチャ手で動かしてたけど、実を言うと大和に乗っかってた対空機銃のほとんどはそんなにアナログじゃないんです。もっとハイテクな遠隔操作ってやつで、別の場所からゲームみたいにピピピッドーンってやってたんです。文明開化の音がしますね。狭い、何ここ、押し入れか物置か。皆さんぎゅうぎゅう詰めじゃないですか。太ってたら入れませんね。ここ、はい着きました。ここが噂の機銃射撃式装置の中です。これもあのでっかい手法がドーンってなった時の爆風が半端ないから、大事な機械を守るためにごっついカバーの中にこうしてぎゅうぎゅうに詰め込んでたんです。安全第一だからしょうがありません。それでこの狭いとこから外にある機銃2つか3つをまとめてリモコンで右向け右とやってたんです。レーダーに急速接近する謎の飛行物体確認。対空戦闘用意。